こんにちは、みすずです。今日は鮭とクリームチーズのオープンオムレツをご紹介します。卵、チーズのみコンロで焼いたら、あとはトースターで仕上げる具だくさんなオムレツです。今日はかぼちゃ、ほうれん草、生鮭とクリームチーズを加えていますが、その他お好みのお野菜でどうぞ。例えばブロッコリーとかしめじ、マッシュルーム、プチトマトや茹でたお豆など入れても美味しいですよ。では作り方です。まずは鮭を切りましょう。生鮭今回ブロックのものを使ってますが、切り身でも大丈夫です。骨が取れそうだったら取ってあげてください。ちょっと骨取りがなかったので手で取ってますが、骨取りがあると取りやすいですよ。食べやすいサイズに小さめにカットします。また皮付きのまま今回は切っていますが、皮は取ってもらっても大丈夫です。私はお魚の皮を食べるのが好きなので、皮付きのまま使用してます。では塩を振りましょう。ペーパーの上かラックの上などに鮭を移動して両面にお塩を振ります。塩を振ったらしばらく置くと水が出てくるので、このままちょっと置いておきましょう。かぼちゃを切ります。かぼちゃは 130g、 だいたい8分の1個よりもちょっとちっちゃいぐらいです。小さめにカットしておきます。かぼちゃは火の通りが遅いので下茹でしてから使用していきます。ではまずほうれん草を茹でましょう。ほうれん草 80g、 根元の泥もしっかり落として洗ったら大きめのフライパンに入れます。お水大さじ1/2杯程度、適当でいいです。入れてもらって蓋をして弱火にかけます。蒸気が上がってだいたい裏側がちょっと火が通ってきたら繰り返してあげます。再び蓋をしてさらに1分ほど茹でましょう。すぐに取り出して水にとってギュッと絞って食べやすく切ります。茎の部分は半分に切る、もしくは1/4にカットしてあげてください。空いたフライパンでかぼちゃを茹でておきましょう。かぼちゃを皮面下で並べ入れます。この中にお水を大さじ3杯とお塩を1つまみ程度入れて軽く茹でておきます。これはレンチンなどでも OK ですよ。フライパンの場合は蓋をして火にかけて蒸気が上がったらごく弱火にして3分ほど、まだちょっと硬いかなっていうところまで取り出します。クリームチーズも切りましょう。卵の黄色とサーモンのピンク色の中にクリームチーズの白色が入るとすごく綺麗なので、お嫌いじゃなかったらぜひ加えてみてください。小さめにカットしておきます。卵を溶きましょう。卵は3個使用していきます。ボウルに割り入れてよく溶いておきます。ここに下味でお塩を1つまみ、それからふんわりさせるためにヨーグルトを加えます。ヨーグルトが入ると加熱した時に卵がぶわっと膨らみやすくなります。代わりに牛乳や生クリームなどでもいいですし、マヨネーズ加えても美味しいですよ。先ほどの鮭に戻ります。出た水分を厚手のペーパーで拭き取りましょう。今回使用するフライパンですが、トースターやオーブンやコンロでも使えるフライパンが1個あると便利ですよ。オークスのグリルダッチオーブンっていうのを使ってます。これは網もついてて蓋もついてるので、蒸し焼きしたりとか魚焼きグリルでも使えるので結構便利ですよ。魚焼きグリルで使いたい方はこのフライパン結構高さがあるので、お使いのグリルの高さ確認して購入してあげてくださいね。ではこのグリルダッチオーブンを火にかけて、まずはチーズを溶かします。このチーズがオムレツの土台になります。ただこのまま焼くとチーズが剥がれなくなっちゃうので、油を多めにして焼いています。風味付けでバターを加えて、この中にシュレッドチーズ 100g を全体に広げ入れます。油なしで焼きたい方はトースターで焼いてあげてください。その場合は下にオーブンシートを敷いておきます。ほんのりチーズが溶ける程度に火にかけたら卵を注ぎ入れます。弱火でこのまま少し加熱したらすぐに火を止めます。あとは具材を適当に散らしてトッピングしていきます。ほうれん草とそれからクリームチーズ、サーモンも並べ入れます。ピザのような感覚で
全体にこう散らしてあげてください。結構具材がたくさんなのでどこに入れようかなという感じになりますけども、彩りよくトッピングしてあげてください。こんな感じで具材がもりもりで全部乗っかりました。最後に焼き色をよくつけるためにマヨネーズを大さじ1杯程度上から線がけします。これはラップにマヨネーズを絞り出してもらって、爪楊枝でラップに穴を開けてかけてあげると細くかけられますよ。トースター 1300W で8分ほど、途中焦げ付きそうになったら、こんな感じで良い焼き色がついてきたら温度を下げるか、もしくはアルミホイルを上にかぶせてあげてください。動画で使用しているアラジントースターは結構火力が強い方のトースターになります。3分ほど焼いたところで240度まで下げて残り時間に焼いています。お使いのトースターによって焼き時間調節してあげてください。中央の部分までふっくらと焼けていたら取り出します。グツグツと美味しそうに出来上がりました。焼き上がりは結構上まで膨らんでるんですが、冷めてくるとどんどんギュギュッとしぼんできます。パセリのみじん切りを散らして、お好みで胡椒をガリガリ振ってあげてください。またチリパウダーなど加えてピリ辛にしても美味しいですよ。これで出来上がりです。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はいろいろな具材をたくさん乗っける鮭とクリームチーズのオープンオムレツをご紹介しました。お好きなお野菜で試してみてください。油を多めで焼いているので、こんな感じでスポッと取り出すことができます。お夕飯はもちろん朝ごはんやブランチにもぜひどうぞ。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。